おはようございます。エンティームの風磨とケイトニクラスです。はい、今回はこの3人でお送りしますイエー。皆さん元気ですか？ボンボンボーン元気ですボイボイボイ元気そうで何よりです。ということで早速ですがお便りをご紹介します。お願いしまお願いす。します。ラジオネームゆうかさん、ありがとうございます。筋肉自慢の3人で筋肉トークしてほしいです。なるほど。筋トレの話や自分の好きな部位、お互いの好きな部位やメンバーの筋トレ秘訣など聞きたいですということです。なるほど。さあはいさあさあ、筋肉自慢では自慢ではないです。ないですよね。僕は運動神経でやってますからそうですね。ただニコラスはどうですか？風磨はなんとなく確かに、はいわかりますけど、そっち系ですね、ふまくんは。ニコラスは僕は運動するのが好きなので、情熱情熱キャラでするタイプです。でもニコラスの肩はすごいっていうお噂が。本当ですか？はいでもルネの皆さんはニコラスの肩大好きですよ。すごい本当ですか？はい、ルネです。こんにちは。すごい、ちょっと嬉しいかもしれないでいや、絶対好きですよ。褒められたことは多分初めてなので。マジで？はい、あまり言われてないですよ。オッケーペン多いよ、絶対。本当ですか？はいオッケーペン。オッケーペン。まあでもエンテームね、最近パフォーマンスのためにこうみんなトレーニングしてるじゃないですか。はい。中でも多分この3人プラス最近マキもね頑張ってるんじゃないかな。マキジョーもすごいですジョーもね、確かに。はい実はさっき待機時間にジョーと2人で筋トレをしてましてジョーもうすごいからね。パンパンです、筋肉があらららら。実はすごいやないか。ということで好きな部位なるほど。ありますか？僕ありますよ。自分の僕は僕足当たってみていいですか？なんすか？でもじゃあどこですか？足なんだ。僕は腹筋だと思います。なるほど。今日の腹筋マジでかっこいいので。嬉しい。なんかなんで言うんですか？そのサメみたいな筋肉。腹斜筋。ってはい、腹斜筋で、うんめっちゃかっこよくて嬉しい。マジで好きです。横ばっか鍛えてたらね、はい。なんか鱗みたいなのができてもっと見せてほしいです。嫌です。ちょっとかに恥ずかしいですね。まだちょっと人様に見せるの。ニコはどこですか？そうですね。でも舞台の時はちょっと腹筋が見えるその衣装、確かにそうね。はい、自信ではないですけど、でも見せるのもう慣れたんだ。はい、感じです。確かにですねニコラスのバキバキの腹筋のファンもやっぱ多いですね。ニコラスよくそういう衣装着るよね。はい。スタイリストさん、はい。スタイリストさんね。トレンドでもありますしうんうんね。僕は太ももですね、自分の。いやすごいよね。僕は自分の太ももに自慢というか助けられたことがたくさんあって、何かこう爆発的な力を出さなきゃいけない時とか、授賞式のダンスブレイクでバーンって音がある時にこの太ももの筋肉を借りていつも見せてます。すごい。ちょっと助けてもらってるので感謝の意味を込めて太ももにしました。ふまくん馬はもう僕簡単ですね。どこですか？簡単ですけど全身筋肉やばいので、そんなことはないです。全身やばいんだけど、はい、やっぱ胸筋が綺麗ですね。やばいです。確かにそうですね。胸筋のもう大きさといい膨らみといい、形といい綺麗ですね。でも昔ね、よく本当腕立て伏せめっちゃしてたらいつの間にかなってましたね。いつの間にかなん？いや僕も昔はあんまりウェイトトレーニングを全然してなくて、全部自重でやってたんですけど、それでもヒーローになるためにと思って日々トレーニングをさせていただいてます。形がね綺麗なんだよね。マジで綺麗です、見せてほしいんですけど。見せてほしいんですけどはいまあね、筋トレでもさ、筋トレってさ結構一人でやる時もあるじゃん、このやり方合ってんのかなとか、
なんかもっと効率よく鍛える方法ないのかなっていう教えてほしい。結構ね疑問があるんですが、なんとですね今回はそういった筋トレに関する疑問をなんとプロのトレーナーさんをお呼びして教えていただこうじゃないかということで、エンシャベ筋トレスペシャルと題してお送りします。どういうことなん？すごいでしょ。いいですよ、僕らやる分には伝わらんリスナーに伝わらんルネがどうすんねん。伝わらないですよね。今7回目ぐらいかなとかいう感じそうですね。合ってますか？パンプしてるねって、肩がメロンみたいだねってはいということでまずはタイトルコールいきますか。はい、それでは始めていきましょう。せーの。エンティームのご縁があって喋らせてもらってます。ということで今回僕たちの筋トレの疑問に答えてくれるプロのトレーナーさんはこの方です。本当に本当登場した。皆さんよろしくお願いいたします。中山きんに君です。ちょっと待ってくれ。さあよろしくお願いいたします。本物や。はい、プロのトレーナーということで、今日は来させていただきました。お願いいたします。ちょっと待ってください。いつも見てる中山きんに君だ。いやそうですよ。いや皆さんだって今日筋肉の話でしょ。いやちょっと待ってください。プロのトレーナーということで私呼んでいただきましたんで。いやちょっと待ってくださいね、いいですね皆さん。もうね今腰に手を当てて風膜ラットスプレッドですよこれポージングね、ラットスプレッドボディビルポーズ。いいね。いいね、三角筋いいね。風膜いいよ。いい三角筋してるね。ちょっとね仕上がってますね皆さんね。ちょっと待ってください。先生ですか？いやそうよ、今日はちょっと呼んでいただきましてちょっと待ってください。もう筋肉トークということで今日は楽しみに来ましたよ。いやちょっともう今ねいいですね今日は。本当にこれいいね、これ見てくださいこれ。今椅子を使って筋トレしています中山きんに君。ブースにあるこの椅子重さがねちょうどアームカールにちょうどいいです。きんに君さんちょっといやいいですね。今日筋肉ポッドキャストでしょ。いや最高ですよ。よ。本当に僕らも超大ファンでずっと見てるんですけど、うちの風磨はもう普段からきんに君さんの YouTube を見たり動画を見たりもう大ファンなんですよ。いや嬉しいです。それは嬉しいです。だから夢が一つ叶えました。何も声出てなかったね。はい。中山きんに君さんにお会いするっていうのが夢だったんですよ。そんなに思ってくれてたんですか？いやもう嬉しい。それはずっと見てます YouTube。ありがとうございます。みんな見てますよね。そうか、だから今日皆さん僕が来るって知らなかった。何も知らないですよ。だって先生って書いてあるから全然なんか地味な先生が来るのかなって思ったら一番派手な先生。日本一派手な先生来よう。いやちょっと皆さん立ちっぱなしなんでちょっと座りましょう。ごめんなさい。スタッフさんいいんですか？これガチ？僕らなんかに本当なんか盛り上げていきます。いやだって今日もうだって筋肉トークでしょ。めちゃくちゃ楽しみに来ましたよ私。いやもうちょっと中山きんに君さんでいいですか？いやもうそれはもう気軽に筋肉でも呼んでくださいよ。そこはもういやじゃあだって皆さんもだって結構筋トレされてるわけじゃないですか。僕もちょっとね動画とかで見させてもらいましたけどダンスのキレすごいですね。ありがとうございます。で体もかっこいいからもうまだなんかいろんな衣装着てもかっこいいし嬉しいです。ありがとうございます。で今さっきほんとねちょっとノリで風磨くんのね三角筋この腕の付け根のあたり触らせてもらったけどやっぱすごいわ。いやこれはしっかりトレーニングしてるね。でも本当にいつもタンクトップなんですね。いやもちろんです。もう今日はポッドキャストということで映像はね基本的にないですけれどももうタンクトップに短パンでこのちょっとポッドキャストをお聞きの皆さんどこの筋肉の音だか分かりますか？やばい本物
のだいやだって今日はもう筋肉ポッドキャストだからやばいこれぐらいやっぱマニアックなことしてもね正解は右の上腕三頭筋ですはいやばいわ。マジで上がりますマジで。いやいやだからもう今日はもう楽しみですよありなんがとうございます。かいろいろ筋肉トークしていきましょうよ今日はねよろしくお願いしますまずはい筋肉先生のはい筋トレ歴とか聞いていいですか？おあなるほどはいはい私はですね今年が今47歳になりましてもう17歳からやっておりますので30年でございます筋トレ歴30年てか47歳なんですか？そうなのよもうデビューが2000年ですから私はうわー、だから皆さん今おいくつぐらいですか年代的には27になりましたか僕も20だから同じぐらいだ22とかです2000年とかはい皆さんその辺です生まれがそんな感じとか2002 2002年3年とかはいだからその頃に僕一もうタンクトップ短パンでもうその頃からパワーとヤーしか言ってないからねその頃デビューューですニコラス俺がよくやるパワーあるじゃん。はい神様です。本物ですか？本物です。本本物ですそ。のパワー、ふまくんいつもやってるパワーのフーマやばいこれが好きすぎていろんなとこでその中山きんに君さん好きなのルネの皆さんファンの皆さんも知ってて、はいよくフーマに会いに行ってるファンの方はパワーやってパワーやってってよく言うんですなんかね動画でも見ましたパワーってやってくれててはい。で結構声の感じも似せてくれてそうなんでてねすよ。いや嬉しいねそういうことか。嬉しいねいやめちゃくちゃテンションいろんなところでちょっとやってもらってありがとうございますやばいやばいだからね筋トレ歴はねもう30年になります30年。はい当時はねすごい珍しかったんですよ今ってなんか街中に24時間のジムとか多いじゃないですか、ではいはい若い人たちも結構トレーニング多いでしょ皆さんみたいに、はいでも当時はもうジムに行くなんかマニアックなボディービルジムがちょっとあるぐらいででそこに行って鍛えてるっていうといやすごい変わったやつだなみたいなもうなんかマニアックな人しか行かないみたいなイメージがねあったそういう時代ですよなるほどなるほど、はいちょっとじゃあねほんと申し訳ないんですけど、ご本人の前でちょっとどうですか一度ちょっとね披露していただくってことはチャンちょっとないな確か失に礼でなければちょっと風磨にねいやそれはちょっと見たいしなんだったらちょっとねアドバイスもできるかもしれない確かに。フィードバック。待って今日から本人公認になるかもしれないってことでしょ。確かいいパワーが出ればもちろんその公認うわさせてもらいますよそれは。いいよばい。じゃあちょっと楽しいやります。はい本気の、本気のねパワーちょっとじゃあ見させていただきますね。こんはいなことあるんだ、ちょっと本気だからねいいねいい筋肉見せてるねいいね。いきますよ。はい。パワーいいねいいねいいね。すごい。一番全力いや素晴らしいです。はい。今のかなり良かったですけれども、はいじゃあより良くなるようにちょっと本物のおマジっす本か物の正式なパワーっていうのをじゃあ教えましょう。すげえまあ今のすごい良かったです。でもまずはねポイントとしてはちょっと斜めになります。ちょっと斜めになって僕もちょっとっていうのは練習したいかもしれパない。ワーの時にでお前も練習すんだよニコラスニコラス君もやりましょう。はいお願いします。ちょっと腕を見せる時にやっぱ斜めになった方が見せやすいでしょ。あであまり斜めになりすぎてもダメでちょっと斜めちょっとはいでさっきみたいにもう元気よくパワーっていくでしょ。でこの時にできれば最初は真顔です。パワーって言って2秒ぐらい心の中で12秒ぐらい数えてそこではっでそれまでは真顔でちょっとかっこいい顔で決めてください。なるほど本物だ。じゃあみんなでちょっとやってみようか。はいでパワーで2秒ぐらい真面目な顔で耐えてはいよし行きましょう。さあ集中していいですか。いきますよ。大丈夫かこれせーのパワーちょっと伝わらないっすって絶対に伝わらないですってめちゃくちゃ伝えたい絶対に伝わらないねこれ一は。番面白いですよこれはねで声だけしかちょっと伝わらないけど、大先輩なので言うか迷ったんですけどこれ伝わらないんですよこれ伝わらない確かに、はい視覚的には伝わらないでも風磨くんもし今後パワーやることがあれば、はい今みたいな感じでちょっとわかりましたいいですね言ってください。決めの時はね
それぐらいちょっと貯めて決めてください、これ先生公認でやらせてもらっていいですか？もちろん。ちょっと筋肉に聞いてみようか。いいですか？はいこれねはいあれな筋肉。はいさあ聞かれてますよ。風磨くん公認でパワーやるのかい、やってもいいのかい、ダメなのかい、どっちなんだいいいパワーやばい筋肉から許可が出ました。やべどんどんやってください。やっぱ本物違うね。やべえ。俺らいつもやってるやつと全然違うよ。やばい。風磨もこれもいつも大好きでやってるんですよ。嬉しい。それでねやってもらうの嬉しいですよ。それはめちゃくちゃおもろいね。すごっ。じゃあ次からふまくんのもうレベルアップじゃないですか。そうね。もう今ねレクチャーしましたから。公認ですちょからっといやありがとうございます。いやありがとうございますよ。こちらこそきんに君さんは俺らLA にさダンス留学いたじゃないですか。あそこのビーチで有名な運動するビーチ。ベニスビーチ行きました。ベニスビーチでもやられてましたもんね。そうです。私も筋肉留学と言いまして4年半の間ですね。これも有名なあれですね。はいちょっとロサンゼルスのね西海岸のビーチのあたり住んでまして、そこでトレーニングもしながら留学しておりましたんで。皆さんもだからロサンゼルスにダンス留学というか修行に行ったわけですね。はいそこで行ってましたんで。筋肉留学筋肉留学をしようと思ったきっかけって何ですか？急に真面目な感じでいや嬉しいそれは嬉しい。でもね筋肉留学はよくなんだそれってよく言う感じでなんか正直痩せて帰ってきたりして何だったんだみたいな感じなんですけど、あれねちゃんとした真面目な理由がありまして、ちゃんとやっぱこういう機会なんでちょっと話させてもらいますと、2つあります理由が。はいで1つは僕17歳からトレーニング始めた時に、その当時は SNS もインターネットもないから雑誌アイアンマンっていう雑誌とか月刊ボディービルディングとかいうそういう雑誌でしか情報もらえなかったのよ。でその時に17歳の時にその西海岸のベニスビーチの特集してあって、ヤシの木があってもう空青くて、で野外にビーチ沿いにジムがあって、でボクシングのサンドバッグとかあったりで、こんな世界があるのかともう衝撃を受けたわけですよ。でいつかここに住んで留学したいなっていうのがまず1個あったのと、でもう1個はロサンゼルスのあたりはやっぱりハリウッドもありますので、でそのアメリカのテレビとか映画とかのオーディションを受けたいなという本当この真面目な2つの理由で行ったんです。すごいですね。本当に何もこう英語が喋れないんで。そうです。いやすごいです。本当にすごい。だからもう本当でもねオーディションとか受けたら結構アメリカ人の人も笑ってくれるのよ。いや筋肉ルーレットとか言ってこのピッ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 ってなんか右と左どっちだよ。すげえ。すごい。今胸をねこう動かしてるわけですけど。今胸筋が左右で動いてます。こんな動くんですね。ね本当そんなんやってたわけですよオーディション受けたり。いやですごいウケるんですよ。なんかボンジョビのね「It's My Life」という曲かけて僕スパゲティにチーズかけたりなんか飴玉投げたりああいうのしたら結構ねアメリカ人の人なんか知らないけど笑ってくれて、いや絶対笑いますよ。世界共通ですよ。筋肉は世界共通ということで頑張ってましたよあれは。はいダンスとか歌と一緒ですね。一緒ですね。やっぱりね言葉いらないところはありますよね。確かにいや面白い。本当にちょっと真面目なそんなエピソードめっちゃいいこと聞いちゃいましたね。でも皆さんどうなのそのトレーニングの感じは。週にどれぐらいやってますとか。それこそ結構できる時間が限られてはきてるので、合間の時間でそれこそ何かこうダンベルを持ってとかっていうよりはこう自分の体重でこう負荷をかける。じゃあ自重が多い。自重が多めですね。自重ででもこんなに結構筋肉つけてるわけでしょ皆さん。はいすごいねやっぱり。結構僕は昔からもう自重で、なんか昔は全く知識とかなかったんで、高校生卒業してからぐらいからもうとりあえずじゃあ腕立て毎日300回やろうとか、うわすごい。腹筋も300回やろうとかっていうのをずっと続けてましたね。でそれプラスダンスの動きで鍛えるみたいな。なるほど。だからキレがありながらちょっと引き締まったかっこいい筋肉なわけですね。だから多分3人ともですけど
ちょっとこうやっぱダンスでキレを出さなきゃいけないので、はいはいはい。こう重たすぎず、うんでもかっこいい形のある筋肉を目指して毎回トレーニングをしてます、ちなみにどんなメニューでなんとなくで言うとどんな筋トレメニュー組んでるの？うわそんな恥ずかしくて言えないですけどいやさっきのでも腕確かにね立てやってますとかそういうのでもうちょっとどんな感じで作ってるか。僕はいつも最近こそこうそれ通りにはできてないんですけど、腕立てのプッシュアップバー。はい、プッシュアップバーを、うん持ち歩いてて、おうであれを30回を3回やって、はいで腹筋のよくこうエクササイズの動画あるじゃないですか、はいはい。あれの6分すごいきつい、ものとあと腹斜筋を鍛える10分のものとはい。やって終わってます、おお、はい、なるほど。だから腹筋結構バリバリっつってね皆さんそうですそのライブでもよく見せるとか言って、はい、やっぱ腹筋はねダンスでもかなり使うでしょ。だいぶ使いますね。あとやっぱ使いますねお尻の筋肉もそこでトレーニングするようにしてます。だからでちなみにそういうダンスのいろいろそのコンサート前とかツアー前で変わると思うけど長い時でどれぐらい練習というかするの皆さん？わあでも今日もだってね、今日何時間ぐらいやったっけ？そっか7時間8時間ぐらいはやったいや9時間ぐらいやった。すごいね。あそう9時間やった9時間やったでもやっぱりその動けば動くほどやっぱ筋肉もやっぱりこう落ちやすくはなるじゃないですか。いや間違いないですね。そうでそれでこんだけ筋肉残して皆さんやるってやっぱ相当やってますよね。悩みだよね。そう悩みじゃない。練習はねしないといけないし。そうですそうですそうですだからやりすぎると僕は割と筋肉が落ちにくいタイプなんですけど、でも確かにさっき触ったら密度もすごいからでもあれが密度とかやっぱあるんですよ。もちろんなんかそういう感じがする。あれが聞きたいです。その落ちにくい落ちやすいつきやすいつきにくいってあるんですか？あります。これやっぱ個人差はもちろんあります。あで男性女性でももちろん違うし、はい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 で柔軟性もそれぞれ人それぞれ違うじゃないですか。うん筋肉の質が。はい。確かだからそういうのはやっぱあります。あそうなんですね。に。でもこっから見たらお三方皆さんやっぱ骨がしっかりしてるというか、ああ確かに。はい、で肩幅がしっかりあるんでそうですね。筋肉がどっちかってつきやすいタイプじゃないかなっていうのはもおうー骨格的に見たら思います。おーでもそうでしょ。なんか K 君もすごいだって走っても速いしいや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 。中距離長距離得意でしょ。はいもうめちゃくちゃ得意です。一番得意なのは陸上で言ったら距離で言うとうわーでも本当は5000も得意なんです。本当は 1500m ってもう中距離のめちゃくちゃ得意でした。ねえ、はい確かになんかそういう感じの筋肉してるものありがね。とうございます。いやなんか筋肉でわかるんですね。いやほんとちょっと触ったら僕わかりますよ。触ってほしいです。僕すごいさっきも言ったんですけどどうやっ胸筋て結構なんか触ってるけど胸筋割と自信があるんですけど、うんちょっと出てる触ってもらっていいですか？いいですよ。うわいいね。いいですか？やっぱ質がすごくこのなんていうかね硬さが柔らかいけれどもしっかり密度があるっていう感じの。めちゃくちゃ。でこの辺とかつきやすいでしょ。この肩の三角筋とか。そうですね。やり始めるとめっちゃついちゃって、うんだから割となんかセーブとかしたりするんですよ自分の中では。そのダンスのそうですねイメージと合うようにもダンスとかコンセプトとかのイメージで、そのトレーニングめっちゃする期間もあれば割と2日に1回とかに落とす期間もあればっていうのなるでほど。結構ねそういう悩みもありますよね。ちょっと K 君とよっそのニコラス君うわ触らせてもらっていいの？いいですか？緊張するわちょっと筋肉チェック。じゃあニコラス君からまずいく。はいめちゃくちゃ緊張する。いいねニコラス君。肩幅すごいねい。やーニコラスちょっと力入れてみて。ニコラス君もいいね。足もいいね。やっぱこう弾力があるというか。触あった時にじゃあちょっと K 君もいい僕はですか？俺力抜いてます。でちょっと力入れてください。腕はあんまないんですよね。なるほど。はいでも 1500m のようなでも体脂肪も薄いし。いやそうなんですね。あやっぱケイ君太ももやばいですよ。太ももいい。僕は腹筋と太ももが自信ありますね。はいはいいいですか？はい。じゃあうわーそうだ。多分こっちなんですよね。うわいいねそうなんですよ。素晴らしいすごいね。めちゃくちゃいい。これ大腿四頭筋と言いまして内側後筋外側後筋大腿直筋中間後筋素晴らしいね。いやすごいすごいはい、いや確かに走る体だもんね。よく裸になるととか言ったらいけないんですけど、だからちょっとこうそれを見てみんなこうカンガルーって
ってくるんですよあ、その K 君の体を何かで例えるならばみたいな。それでファンの人もカンガルーって言ったりとかなんかそのバネがあってっていうイメージだもんね。そういう確かに感じなのかもしんないですね。カンガルーもその結構体脂肪低くてね、筋肉もりっとなってる、はいあ、確かにそういうイメージある。そのなんかこう鹿のようなというか跳ねる感じのね、はい。確かに確かに、カンガルーってめっちゃ嬉しい足めっちゃ強くないですか？強い強い強いめっちゃ強いですね。うん、バネがすごいでしょ。はなんで今カンガルーの話してるんですかいいのよ、やっぱり筋筋肉の回数だだかカンガルーのような筋肉ちなみに中山きんに君先生のはいはい。一番自信のある筋肉え気になる。聞いてもいいですか？これいやー、そうね、どうかあんまな、りね聞いたことない、でもやっぱりこの上腕三頭筋とかかな。いやすごいこの腕のいわゆる二の腕ってやつね。いやいやめっちゃ綺麗。はいそんな太くなるんですか？水鉄砲の水入れるとこみたいな一個ついてる高いやつね。高いやついやすごいこの辺りかな、やっぱり上腕三頭筋。これ結構やっぱこういう多分伝わんないなこれラジオだと鍛え方ってなんかあるんですか？ここをもうめちゃくちゃ鍛えた。まあ自重でやるんだったら今やったみたいにあーちょっと椅子でね、これ難しいね。あ、椅子そうなんですね鍛えるのやっぱこういうのもいいし、そうですよねこういうしか言ってないけど確かにやり方間違えると変なとこに力入ってそうなんですよねここに負荷かからないっていうはい。であとこれですか？確かにね、このキックバックね。キックバックって言うんですね、はいめっちゃ面白いですねこれは今日これはめっちゃ面白いこれはリバースプッシュアップ。リバースリバースプッシュアッププッシュアップって言うんだ。ー。いへやだからちょっとやりたい確かにちょっとやってちょっとみていいですか？やってみてリバースプッシュはい。でポイントとしてはね、はい椅子をちょっと準備していただいて、はいはいで椅子の横の座る面のところの横に手を置きます。はい。で足を前の方に出していくとお尻が椅子の座るとこから前に外れますよね。はいでこのまま肘を曲げてはいお尻を落とす。で上げる。はい。おでゆっくりでいいです。ゆっくり下ろしてでゆっくり上げる。あ、いいねいいね。さあ行きましょう、風磨くん。あ、いいよいいね、風磨くん。お。わあ、いいよ、ケイ君もニコラス君もいいよ。ゆっくり上げて、で上に上がった時にちょっとここでグッと自分で意識より引き締める感じ。最初この三角筋の方に力入ってましたあはい、ちょっと三頭筋で押し上げるイメージでグッと。はい、さっきねさっきもやってきたからね、ダンス。でも今プルプルこれということは乳酸溜まってるのかい。戻ってきた乳酸溜まってるよ。あとじゃああと2回行きましょう。あと2回。はい1、伝われもっと入ってる。ラスト行きましょう。ラスト。はい、こっからあと2回。これださあ筋肉喜んでるよ。この面白さ伝わ筋肉喜んでるよ。ラスト行きましょう。ラスト。の顔。はい、こっからあと2回いきますよ。あと2回。さあこっからは筋肉喜ぶ回数。オッケー。はい、オッケいやー。いや追い込んだね最後追いね。込みましたね。これやっぱり先生いないとできないですわ。いやーこの追い込みやはっ。ぱりねこう限界が来てからのそっからが筋肉の一番いい時間帯なんでね。なんか言い方がいいですよね筋肉が喜ぶ回数っていうもう素敵っすねマジでマジでやばい。ちょっとそう今の言葉きつくなった時考えてやりたいと思います、そうだね、やっぱりこうちょっとねポジティブにねはい苦しい時なんで。すごい、いやじゃあちょっと今後鍛えたい部位とかうわもしあればもう今もう先生がどこにしよう僕やっぱり胸ですね。胸。胸の方はなんか筋肉つきやすいんですけど、胸やっぱりどうしてもあまりなんかなんていうんですか。つきづらいはい、そうですね。胸で例えばやるとしたらまあその腕立て伏せプッシュアップがやっぱ一番ベストで、さっきケイ君が言ったみたいにプッシュアップバーを持つとかもうポイントなんですけども、手の幅を狭くすると腕により効きやすくなります。で手の幅を広げると胸に効きやすくなるんで、まあ、ちょっと胸を張ってちょっと手の幅を取ってゆっくりやるといいかもしれないね。はい。ちなみに僕ここがピンポイントここだけいつもで見せる機会がないのであまりこう意識はしてなかったんですけど、やっぱりこうなんですかね、脱いだ時にこうやっぱここがあると綺麗だなって思うことが、胸のちょっと内側、この内側の上のとこですね、ちょっと上の方ね、はい、がどうすればいいのかなっていう。
これはね確かに自重ではちょっと難しいところはあります。そうなんですね。でも足を高い位置に乗せて、はい、例えば椅子とか、はい、ソファーとかに足を乗せてで頭をちょっと下がるような感じでプッシュアップの体勢取るでしょ。はいはいはい、はい、そうするとちょっと胸の上の方に来るんですよ。あ体が斜め下になってるんで、なるほど、こういう状況ですね。あ足がソファーの高い位置に乗せて頭がと腕を床の方に、なるほど、足を高くする。あそうすると角度的にちょっと斜めになるので胸に効きやすくなる。なるほど、実践してみます。はい。でちなみにあるとしたら何かあるとしたらこういうやつですか？マシンとかで、マシンとかある。マシンとかだったらそうね、こうフライマシンって言って、こう筋肉のこう腕を横に広げたりとかで内側に結構絞るような感じとかね。会社にあるやつですかね、会社のジムに。そうですね。マシンもあるの？マシンもあります。確かにそれが結構やりやすいかもね。自重よりも。フーマーやりたいのある？もう一つぐらい。僕は下半身がそんなに強くなくて、だから下半身全体的に鍛えれるスクワット以外で何かあれば。なるほど。それは例えば自重の方がいいの？そうですね、できればずっと日頃日常でもできるようなものがもしあれば。例えばどうやろう。スクワット以外でね。筋肉の喋ってるのやばいけど、普通のスクワットはいつもやってるんですけど、それ以外でもしあったらレッグランジとかやったらこれ。レッグランジ。あれもちょっとスクワットに近いけど片足で。そうですね。あれって俺やってやつか。方がいいんですか？昔やってた。足を椅子に置いて高い位置にして、このやる。これはすげえ。これはブルガリアンスクワット。足のこれはね筋肉めっちゃお尻とかに効かせたかったらこれですね。はい。足をちょっと高い位置に置いて。これ相当マニアックになってるよ。この声だけで。伝わる。ブルガリアンめちスクワゃくちゃットは面白くて豪華な会社。見てほしいけど。聴覚を楽しませたい。確かにちょっときついってなったら皆さんの聴覚を楽しませたい。ついつい終わってしまうんですけど、さらにやっぱ追い込まないと自重でそうね。ちょっとやっぱ限界が来て乳酸が溜まってきた時からちょっとまだできるだけ頑張るという。目安としてはちょっと動かなくなるぐらいまで。でもそれ以外にダンスの練習もあるからあんまり筋トレでやりすぎるとちょっと怪我につながったりもするんで、やっぱちょっとパンプアップするかなっていう感じぐらいかな。これ筋肉さんの内側についてるのがやっぱりいいですよね。普通外側簡単なんですけど内って難しいんです。確かに。僕もバレエをやってたんですけど、その使う筋肉はいいんですけどやっぱどうしても外にこうつきがちというか、ダンスヒップホップを特にやってたらお見事です。内もも内転筋もね綺麗、あるとやっぱこうより前から見たら太く見えるというかこうかっこよくね。綺麗ですね。ありがとうございます。いや今ねその普通に喋ってたじゃん、真面目なトーンで。で筋肉先生もテレビであまり見ない本当マジ筋肉トークも実際に見れて、声のトーンも聞いたことないそれどっちでやりたいの？機械やるみたいな真面目な筋肉トークをやってるのこっから見ててマジですごかったから。いやねしてたよ筋肉トーク。マジ今日やばい。今日やばいね。本当やばいと思う。本当に嬉しい。嬉しいね。いやさすが本当に。でもそれこそ僕も先生の YouTube を見て、一時期筋肉の食事とか真似させてもらってたんですけど、こうプロテインはよく飲むんですよ僕ら。それ以外でなんか日頃から簡単にこうプロテインを摂取できるなんか食べ物とか、もしあれば例えば、僕たち普通に減量とかせずご飯は食べるので、なんかこの食事を食べたらよりタンパク質摂取できるよみたいな、なんかバランスよく、こう体に栄養を取り入れられるよっていう食事がもしあったら、でもやっぱり結構外出というかね出先でいろいろ打ち合わせだったり仕事だと思うんで、ポイントは結構持ち運びもできやすいということでやっぱりゆで卵はすごくいいです。卵っていうのは
タンパク質のバランスアミノ酸スコアって言ってそのタンパク質のバランスもあるのがやっぱ100点で白身の部分ね、だって今はい、その卵でそんなおしゃれな言葉出てくるんですね卵の栄養素であいつってすげえんだねすごい卵ってやっぱりね、まあ、最近はちょっと値上がりもしてきたけれども、やっぱ1個あたり安いしで調理も簡単でゆで卵にしたら持ち運びもできるでしょ。はい、で最強のじゃあね半熟ゆで卵の作り方を皆さんに教えましょう。それはこれはい、ファンの皆さんも喜びます。なんかゆで卵ってやっぱりこう結構茹ですぎると硬くてパサパサしちゃうでしょ、で半熟すぎても外で食べにくいとか、でなかなか殻も剥けにくい時あるでしょ。ありますね。これねもう完全にもうスルッと剥けるし一番いい半熟卵作り方をお教えします。はい、まずもうお湯をそれなりに入れて沸騰させてください、お鍋に。はい、で沸騰した後にそっから入れるんですよ。沸騰前からじゃなくて沸騰してから入れます。そして6分30秒。なんかおもろい30秒決まってるんですね。もうこれで本当にもうその後冷やさなく、まあ、ちょっと冷やせれば一番いいけれども茹で上がった後にもう次の日食べようがもう殻がスルッとむけて、でちょうどいい半熟具合になるんでちょっとやってみます。これはぜひやってみてください。6分30秒沸騰してから6分30秒、はい、沸騰して入れて6分30秒。いいですねやっぱ。卵は栄養すごいですね。もうビタミン C 以外の栄養素は全部入ってますんで、プロテインをちょっとおすすめのものを聞きたくて、まあちょっとまあ答えづらいのもあるかもしれないんですけど、いやでもねこれね確かに答えづらいというか僕ちょっとプロデュースしてるのがあって、でもこれはもう本当におすすめなんですよ。でもなんかあんまり宣伝もしたくないし、でも言われたらまあそれかなっていう。要はその自分でずっとトレーニングもされて、いろんなのを飲まれた30年された方のそうですがもう自分で飲みたいやつですから。そうなんですよ。僕だからちなみに特徴ってどういう？もう特徴はまあホエイプロテインというものになんですけれども、なんていうかな、あとね乳酸菌とかもちょっと入れてます。ガネデンというやっぱりこうちょっとやっぱ消化吸収をより効率よくしたりとか、そういう感じなんですよ。はい、でいろいろ味があるんですけれども、他のプロテイン見てもらったら例えばチョコレート風味とか、バニラ風味ってなってるんですよ。ありますね、絶対なってます。で僕のやってるやつはその甘味料を使うよりもちょっと天然の甘味料とか味付けでやってるので、チョコレート味とかいちご味でちゃんと風味じゃなく味でできるんですよ。すごい。ただちょっとそういう内容にはすごいこだわってます。なるほど。全然それはもう気使わなくて、もうそれはでもいろいろ自分に合うのがそれぞれあると思うんで、はい、ありがとうございます。飲んでください。はい。T シャツとか売り切るの早いですよね。今さ耳に入ってこなかった。閉めて、そろそろ閉めて。すごいね長く。ごめん俺らファンねとしてすごい興奮しちゃってね。ごめんなさい。ありがとうございます。いやということでちょっとね終わりたくないんですけど、ちょっと待って、T シャツもすぐ売り切れるんですよねじゃないの。いやよく知ってもらって嬉しいよ。大ファンですからね。オール前の話。ありがとうございます。最後の話。最高です本当に。いやということで、本当に終わりたくないんですが、そろそろお時間ということでもう、いやもうめちゃくちゃ勉強になりましたし、超楽しかった。幸せすぎて。ね、僕も楽しかったです。いや本当に。いつか YouTube 出させてください。ちょっとなんかまたコラボしたいですね。めちゃくちゃしたいです。だってみんなもトレーニングしてるし、なんかエンチームがダンス練習前にやるエクササイズとかめちゃくちゃいいでしょ。めちゃくちゃいい。そういうのでやります。なんかちょっとそういうの見てみたい。確かにどんなトレーニングしてるのかやりたい。ちなみに僕レンジャー大好きです。動画自衛隊に体験入学行って、厳しくないよって言われたのにめちゃくちゃ厳しく言われてレンジャーノーレンジャーが一番好きです。あったね。いや見てくれてるね。大好きです。嬉しいね。いやでも本当にお時間が来てしまって、中山きんに君先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。パワーみんなでパワー